葵ちゃんと導くキノコ人類。キノコタケノコ戦争。いわゆるインターネットミームとして始まったこの戦争はいつしかソル政権を股にかけた宗教戦争に発展した。人類は自分たちの信仰の起源を忘れ、それぞれのミームを人類統合の象徴にせんとして終わりなき闘争に明け暮れる。そして過激化する世界にキノコとの共生を受け入れる異端が現れた。外来生物、キノコ人類。日に日に恐ろしいほどの速さで菌類の成長が私たちの哀れな体を蝕んでいった。何をしてもそれを物理的に止めることはできず、そして人間だった私たちはまあ日に日に重要ではなくなっていく。夜の声。どうも皆さんこんにちは。キノコと化した人類を導く葵ちゃんです。これからパラドックス性宇宙 4X ストラテジーゲームステープアリスのプレイをします。人類に意識が目覚めた時、彼らはそれは巨大なキノコの姿をしていた。とにかく太古の昔に人類は目覚めたのだ。意識は人類が住む惑星、地球の環境を多角的に調べた。人類は一丸となって行動した。ほどなくして人類はこの惑星を覆い尽くすほどに成長した。人類が地球を完全に掌握するに従って意識は他の恒星を回る惑星を認識し始めた。キノコ人類の巨大ネットワーク、国際地球連合はすぐ星々へと勢力を広げるだろう。開始。これが人類の母星、地球。菌糸体惑星。窒素と酸素の大気を持ち寒冷で岩石質であるこの惑星は例年乾燥した凍てつく冬を経て短く涼しい夏が訪れる。広大な地域にそびえ立つキノコの森と密集した地下の菌糸体ネットワークが中緯度のほとんどを覆っている。このキノコの森こそがキノコ人類の肉体であった。この驚異的な菌糸体に加えて人類は目覚めた時すでに謎の構造物をその森に抱えていた。創造の箱舟。意識はこの箱舟を調べて純知的生命体を惑星に移入するための装置であることを知った。この第一の箱舟は地球にベテリシウスと呼ばれる植物種族を生み出した。ベテリシウスは放射線耐性を持ち、地の惑星で活動する能力を持っていた。人類はなぜ第一の箱舟がこのような特性を持つ種族を生み出したのか知らなかったし、彼らを知性化する企ても放棄していたが、ともかくこの種族の誕生を喜んだ。ソル星系の外へ目を向けた人類はハイパーレーン候補を獲得し、レーンのつながった星系へと勢力を広げていく。銀河に飛び出してから7年後、ついに第2の箱舟で新たな惑星へ純知的生命体を移入する準備が整った。キノコ人類はこの謎の船を新造する技術を第1の箱舟から得ていたのだ。アンダックプライムで半年にわたり展開したプロジェクトにより新たな純知的生命体が生み出された。惑星に新たな純知的生命体を放散させるという環境破壊。だが、それをキノコ人類が気に留めることはない。惑星に入植する彼ら、それ自身がより強力な外来生物なのだから。高速繁殖、分散能力が高い、有用な能力を持たない。キノコ人類は、この後に出会うことになる他の FTL 文明を築き上げた種族に比べて特筆すべき才覚を持たなかった。ただし外来生物としての強さは別だった。劣悪な環境でもしぶとく増殖し続ける。加えて菌糸体ネットワークに支えられた文明も外来生物としての活動に特化していた。人類は遺伝子組み換えという選択を放棄し、代わりに生来の遺伝的デザインを生かす技術を探求した。胞子を飛ばし、菌糸を伸ばして広がる。その営みは FTL 時代の間も衰えることなく加速し続けた。アンダックプライムで創造された純知的生命体はヤローリーチャーと名付けられた。この水生種族は保守的な性格を持ち、新しい知見よりも古い英知を好んだ。この外来種は保護区で幸せを謳歌した。泥の惑星、バクソムプライム。ここでは中人種族のムルティクスが創造された。彼らは自分たちが故郷とみなすこの泥沼の惑星に対して強い独占力を持つように作られた。第4の箱舟は地球と同様の菌糸体惑星ミオプライムに降臨した。第5の箱舟は大陸型のケソプライムへ。これらの箱舟は水星の禁煙種を生み出した。菌糸体惑星のヌメリアンは母星に執着し、大陸型惑星のサロリムは哲学的な思考を好んだ。キノコの箱舟は銀河に多様な種族を植え付けていった。同時にキノコ自身がより強力な侵略的外来種として入植していったのはもちろんだ。銀河地図右側に FTL 技術を持つ文明が勢力を広げていることは分かっていた。この文明の孤立主義のために言語解析には長い時間が費やされた。我々は神のおぼし飯によって我らが中域を支配しています。
交信が確立し、彼らの大まかな生態と思想を把握した時すでに人類は生還戦争へ足を踏み出し始めたと言っていい。シバーリンは冒涜の技術に長けた、いわゆるトキソイドだった。キノコとしての人類の本能が彼らを屈服させよと絶叫する。食うか食われるか、キノコ人類は急速な軍拡を開始した。どちらにせよ闘争は避けられない。シバーリンは銀河に教えを解こうとする狂信者であり、ゲシュタルト意識の人類と妥協できるかは未知数だ。そして人類が侵略的外来種としての活動を続けたいならば、ハイパーレーンを塞ぐシバール神聖秩序の打倒は必須だった。キノコ人類が銀河に侵食し始めてから24年目、ついに生還戦争が始まった。組織教がお守りくださる。技術に優れるシバールは駆逐艦級の戦闘艦を投入してきたが、撃沈を恐れず群がってくるキノコの艦隊の前に撤退を余儀なくされる。死の惑星に降り立った人類は強靭な砲手でシバーリンの防毒マスクを貫通して侵略していった。シバールは家畜に落とされ、キノコの金賞として消費されることになる。私たちはどこで過ちを？信仰の不足？彼らの艦隊は同胞の解放にかけて人類の領域に逆進行をかけたか、人類の侵食の方が早かった。祈りが不十分だった。どうしても腑に落ちない。すべての惑星を侵略されたシバールは FTL 帝国としての機能を維持できなくなったのだ。彼らの FTL 時代は終わり、金賞の時代が始まった。人類はその金賞をゆっくりと楽しむいとまもなく、完備に空白の生じた生計の確保を急いだ。地図上側には未探索の地域が広がっていたが、それ以外のハイパーレーンは新たに接触した FTL 文明に塞がれた。悪いことにこれらの文明は人類に力で優越していた。侵入を欲する本能がもたらす切なさがキノコ人類のネットワークを震わせる。だが禁止体ネットワークは、この壁を突き破りうるある危険なテクノロジーを手に入れるための青写真を描き出した。これがキノコ人類の運命。銀河の大敵としての運命をたどる第一歩だった。だが現実を超える何かに手を伸ばすためには、膨大な犠牲が必要だ。その生贄を手に入れるための方策を見出せないまま、キノコ人類はしばらくの間空白星系の探索と開発に勤しんだ。ところで、人類は意識が目覚める前から銀河の構成の多くをあらかじめ製図に記録して知っていた。航路探索によって明らかにする必要があるのは、それらがハイパーレーンにつながっているか、そしてその星系内の詳細な地図であって、構成自体は多くの基地であったのだ。地図上側へ探索範囲を広げようとしたキノコ人類の意識は、ソルと名付けられた構成を製図に見出してヒダを曇らせた。この命名を決めたノードは何を考えて母星系と重複する名前を選んだのか。意識が人類を統合する前に行われた活動には、わからないことが多かった。キノコ人類は調査船と建設船をこの第2のソルへ向かわせる。ソル第3惑星には哺乳類種族による原子力時代の全 FTL 文明が繁栄していた。だが調査に赴いたキノコたちはその惑星に刻み込まれた傷跡を見逃さなかった。古代の戦場跡。ソル3をスキャンしたところ加工された資材と散乱した放射性物質で汚染された地域が見つかった。そのほとんどは軌道からは見えない。さらなる発見のためには着陸して直接調べる必要がありそうだ。キノコ調査団は原住民に気づかれないようにしながら遺跡を発掘していく。忘れられた怨恨。我々の結論は、異次元の流木的種族である破壊者が抵抗者と呼ばれる複数種族の同盟勢力が当時支配していたソル3に侵攻したというものだ。断片的記録によれば、この戦争の大半は銀河の別の領域で行われており、ソル3は抵抗者が破壊者の手の届かないところに建設しようとした秘密植民地だったらしい。この戦闘や戦争全体の結末は不明だが、破壊された戦闘機海軍の調査からは価値ある情報を得られた。そしてこの調査結果はキノコ人類に失われた自らの起源を思い起こさせた。彼らは異次元からの侵略者と戦うために人類に寄生した菌類種族の慣れの果てだったのだ。キノコ教の異端は大宇宙から避難してきた菌類種族との共生を受け入れた。彼ら共生派はエイリアンを自分たちに寄生させ、他の人類にも寄生を広めようと活動した。FTL 文明の助力により異端の勢力は急速に拡大していった。だが狂信者たちは FTL 文明のエイリアンをソル3へと引き入れることがどのような結果になるか理解していなかった。間もなく多くの信者は自我を失い、エイリアンの新しい早期となり果てた。だが人類がエイリアンに完全に乗っ取られる前に破壊者がソル星系を発見し進行してきた。キノコは絶滅を回避するために遺伝情報を載せた箱舟を発信させる。そして自分たち自身は教団の施設、植民地で破壊者と決戦した。
戦争の展開と結末は不明だが、抵抗者と破壊者がいなくなり、ソル3の人類が生き残ったのは確かだ。こうして生き残った人類は文明を再建し、原子力時代にまで再発展している。一方、箱舟は破壊を逃れて宇宙をさまよい続けた。そしてついに新たなソルにふさわしい星系を見つけ出してそこに入植したのだ。入植した惑星。地球は菌糸体惑星に作り変えられ、キノコ人類の集合意識が目覚めて今に至る。キノコ人類は焼き尽くされようとしている惑星から避難させられたキノコと人類の死生地だった。彼らは生まれた時から外来生物だったのだ。自分が根なしキノコであることを知ったキノコ人類の自意識は大いに傷つき、この宇宙を、そして破壊者がやってきた異次元までも外来生物である自分たちによって侵略してやろうと決心した。キノコ人類はソル3への侵略を開始する。抵抗者と共に戦うことも、生き残りをかけて箱舟でこぎ出すこともしなかったタケノコ教徒の末裔。彼らはキノコの金賞として消費されるのがお似合いだ。侵略者どもめ、なぜこの惑星に目をつけたかは知らないが、徹底的に構成する思考を含むしない。キノコ人類の新興軍がソル3に降下し人類を蹂躙する。人類はキノコ人類に処理されて食料となり、持続を前提としない金賞として消費された。間もなくキノコ人類は人類の唯一の末裔となるだろう。人類を食い尽くした後、金賞用の家畜として使われていたシバールも順次処理されていった。死にたくない。死にたくない。死にたくない。犠牲はキノコ人類の危険なテクノロジー研究を大いに推し進めた。人類のもたらす危機が始まる。とはいえ、他の FTL 文明の軍事力はキノコ人類を大いに上回っていた。キノコを危険視した左下のケルアザーン共和国は戦争の準備を進める。目はつまれるかに思われた。だがキノコ人類は恥ずかしげもなくマローダーのミロバンディア海賊から傭兵を招き、その戦力に頼って先制攻撃を仕掛けることにした。現在雇える艦隊は以下の通りだ。キノコは彼らの最も強力な傭兵団、虚空に生まれしアルマダを雇用した。人類、艦隊はあなた方のものだ。覚えておくがいい。一人のミロバンディアでた種族10人分以上の働きをするぞ。それを考慮に入れて戦力を計算するといい。双方の総意を高貴な種族にふさわしく武力で解決しなかったのは、ただ貴様らを軽蔑しているからに過ぎん。宣戦布告だ。武力に物を言わせてみるがいい。キノコが海賊を先頭に立てて侵入を開始する。傭兵とキノコの艦隊は奇襲を生かし、単独で行動していたケルアザーンの精鋭を捕捉して襲撃する。たちまちこれを撃破し、敵の入植済み惑星へ進行しキノコ進行軍が蹂躙した。その戦闘の最中、遠方からザ・チョーズンと呼ばれる帝国の通信が入った。破滅の時が来た。恐怖に震えろ、異星人のクズめ。ザ・チョーズンは、銀河を汚す卑しい異星文明を全て浄化し尽くすつもりだ。地球は滅ぶべし。新たな脅威。破壊者の出現によってキノコが次第に恐怖に駆り立てられるようになる。またケルアザーンの艦隊を撃破してはいたが、次々にキノコ領へ逆進行してくる敵を相手に消耗戦を強いられつつあった。決闘に敗れた罰として今期は私が異教人の相手をせよと命じられた。人類は新たに第一強集団を雇用し、さらなる大軍でケルアザーンを侵略しようとする。傭兵契約には5年の期限があったが、契約を更新し続けた。外来生物として各地の惑星を侵略し増え続けるキノコ人類は、高額な傭兵契約を続けるだけの富を生み出していたのだ。ケルアザーンの惑星をめぐって奪ったり奪い返したりの侵略戦争が続けられた。彼らの惑星は外来生物との戦いで荒廃し、多数のケルアザーンたちが死んでいった。生き残ったケルアザーンが処理され金賞となった。お互い、徹底的に戦い抜く以外に解決の道はない。ケルアザーンは疲弊していったが、未だ優越する国力で艦隊を編成し徹底抗戦を続けた。ところで、キノコ人類は以前からラケット産業と呼ばれる宇宙の交易キャラバンと通信を確立していた。そのラケット産業が滅亡したという断末魔の知らせが地球に届いた。クジラ。チョースンは勢力を広げ、次々に異種族を滅ぼしつつあったのだ。破壊者のキノコ人類を直接脅かす日も近い。貴様ら薄汚い種族と組みするつもりはないぞ、キノコ。開戦から16年後、ついに首都惑星アザクを侵略する準備が整った。最後の一戦まで戦え。押し寄せるキノコの大軍に、ケルアザーンの兵士と住民たちは全身を侵されて死亡していく。キノコたちはその菌糸体で中人種族の体を楽しみながら前進していった。
人は3ヶ月余りで終わり、食事がそれに続いた。助けてください。お許しください。協力します。ですから慈悲をお願いします。惑星は破壊し尽くされ、ケルアザーンは例外なく食料にされた。彼らの本国は壊滅し、ワームホールで繋がった銀河地図上側から交戦を続けることになる。さて、この戦況を見た追犯者と呼ばれる企業帝国は、キノコ人類を脅威と認識し、戦争に介入しようと準備し始めた。二正面戦争になれば不利は免れない。戦力的な問題もあるが、ハイパーレーンで繋がった戦線が増えることが最大の懸念点だった。艦隊の集中運用によって有利に戦争を進めてきたキノコとしては、あらゆる国境から敵が押し寄せてくる状況は何としてでも避けたい。慈悲はない。ただ報いるのみ。人類は戦争終結への道を探り始める。だが銀河の存亡に関わる脅威となり得る危険なテクノロジーを開発するために必要な犠牲はあともう少し必要だった。惑星をもう一つ侵略すれば足りる。その間の追犯者の進行を思いとどまらせるため、キノコ人類はさらに傭兵を雇用した。人類、スターライダー艦隊はあなたのものだ。これで我々の傭兵団は全てあなた方に雇用された。今だ、一路地球へ。ケルアザーンはキノコ人類の地球を直撃するという賭けに出た。到着したばかりの傭兵団は地球で迎撃すべく待ち受ける。一方、敵艦隊の行動を阻止しようとして本体から分かれたキノコ艦隊はケルアザーンの巡洋艦の前に苦戦を強いられていた。幸い、犠牲は十分に供された。人類はケルアザーンに和平を強要する。限界に達していたケルアザーンは受けざるを得なかった。戦闘は中止され、キノコの別動隊は窮地を脱する。和平を断ってまで報いを与える力は、もう残されていなかった。銀河の大敵となるための準備は整った。あとはその危険なテクノロジーを開発するだけだ。キノコ人類は研究所を創設し、頭脳ドローンたちは新たなる現実の層、シュラウドが打ち起こす見えざる波紋へと手を伸ばしていった。最も特徴のないキノコの行動でさえもシュラウドに乱れを生じさせ、エネルギーを大量に含んだこの次元に強力な波紋を生じさせることができる。精神主義者たちが超能力と呼んでいるものに近いこの現象は、銀河を焼き尽くすほどの膨大なエネルギーを取り出せる可能性を示唆していた。キノコがそれほどのエネルギーを得てどうするのか。この銀河のあらゆる種族を屈服させ、全ての星々を焼き尽くして高次元の存在へと昇華する。絶滅する種族が残した箱舟によって新たな外来生物として作り出されたキノコ人類は、破壊者がやってきた高次元の世界における侵略的外来種に昇華する道を選んだのだ。傭兵の生き残りはやがてお払い箱となり、次の戦場に向けて旅立った。危機の力がキノコの艦隊を強化し、外部からの助けが不要となったからだ。波紋が、シュラウドの力が人類の菌糸体ネットワークを満たしていく。異世界の海の波が感じられる。それが菌糸体の精神に打ち寄せるの。それが我々を偉大さから遠ざけている障壁に衝突するの。今や残っているのは在来種を苦しめる最後の行動のみだ。菌糸体が自らの潜在能力を完全に認識すれば道は開かれる。この原始的な現実の二重状態を終わらせなければならない。我々は二つの世界を一つにするための方法を見つけなければならない。この新たな現実を埋めるものは、世界の境界を越えて生息域を広げようとする外来生物の意志のみとなるだろう。そして菌糸体の最も優秀なスノードローンが最後の疑問への答えに到達した。今や分断した世界を終わらせるための道は明らかになった。箱舟が選んだ新たなソルを使い、この宇宙とシュラウドを隔てる障壁を打ち破るのだ。そのために必要な素材の需要は、スターイーターと呼ばれる新たな艦船を用いて極度の構成崩壊を連鎖反応させることによってのみ満たされる。古きを破壊し、新しきを創造するのだ。銀河のより小さくより劣った在来種たちはこれに反対するだろうか。彼らは展望と目的に欠けている。我々は、そうではない。そして、今、事業は完成に近づいているのだ。すべては一つになる。エーテル位相機関。我が菌糸体たちは、ソル星系の構成を取り囲むエーテル位相機関の骨格を完成させた。この巨大構造物が完成した暁には、シュラウドと呼ばれる超能力領域とこの世界の間の障壁が取り除かれることだろう。キノコがあの次元へと至り、完全に征服すれば、菌糸体の意識はあらゆる創造物を覆うまでに拡大する。少なくともこの銀河においては、我々の存在を支配する自然の法則をも望むように書き換えられるようになるのだ。我らの精神が銀河を包み込むのだ。
キノコ人類は銀河消失に向けて走り始める。複数の FTL 帝国によって構成されている銀河共同体はキノコを追放し、全加盟国で一斉に宣戦布告してきた。だがキノコと最も長い国境を接している随伴者は共同体に加盟しておらず、キノコとの開戦も拒否した。随伴者はチョーズンとも対峙せねばならず、今すぐに戦争に突入すればひとたまりもないと理解していたのだ。一方で状況の段階が変わったことを理解しない集団もいた。危機戦争が始まったことを知ったミロバンディア海賊はキノコに対して貢ぎ物を要求してきたのだ。人類の弱き者どもよ、我が戦士たちが貴様らの生計を襲うために移動中だ。もちろん貢ぎ物をよこせば襲撃を免れることは可能だぞ。キノコが人類、シバール、ケルアザーンを処理して得た食料を差し出したが、これは野蛮人の根拠地を襲い主導権を確保するための時間稼ぎに過ぎなかった。キノコは手近な生計をスターエーターで焼き払いつつ、危機の力によって得たジャンプドライブの技術を使ってマローダーの根拠地を攻める準備を始める。その行動に銀河は震撼した。キノコは入植済み惑星であろうと容赦なく焼き払うだろう。銀河共同体は必死になって艦隊を進める。銀河地図右側から進行し、人類の故郷であり箱舟の出発地である旧ソル星系を奪取した。銀河を蝕むキノコの侵食が手をつけられないほど拡大する前、何としてでも大きな打撃を与えなければならない。だがしばらくするとキノコの大艦隊が押し返しに来た。我々は一体となってお前たちに立ちはだかる。帰国に勝利の見込みはない。キノコは在来種の巨星にも屈さず呵責ない焼き討ちを行った。先駆者第一同盟の遺跡、フェンハバニスさ。そして箱舟の故郷、ソルサンレさえも。キノコによる銀河の環境破壊は加減というものを知らなかった。全ては新天地へ渡るために。キノコの艦隊は開戦前の国境まで前進し、ジャンプドライブによる進行開始に備える。だがここで急報が入った。超人なキノコと同様の機器のテクノロジーを開発し始めたのだ。キノコは恐怖した。銀河最強の力を持つこの浄化帝国は、キノコを焼き尽くして一年世界を浄化するたびに旅立とうとするだろう。キノコが自己実現のために起こした危機は、一夜にして生存をかけた開発競争に変わった。もはや一刻の猶予もない。エーテル位相機関を完成させるための素材。ダークマターを生形破壊によって入手し、何としても超通より先に銀河を消失させなければならなかった。キノコはジャンプドライブで随伴者の領域を飛び越え、ミロバンディア海賊の討伐を開始する。かかってこい。相手になってやる。時代は変わっていた。押し寄せるキノコの大群は、かつてその助力に頼っていた海賊の艦隊を次々に消滅させていく。だが海賊は彼らのやり方で一矢を報いようとした。闇に身を潜める臆病者たちの依頼で我々はやってきた。連中には自ら対峙する勇気がないのでな。我々と戦場で相まみえんとする気高き人類の戦士はいるか。己が価値を証明してみせよ。彼らはあくまでスポンサーから依頼された仕事を通じて危機と戦おうとしているように見えた。それに応えてキノコは海賊の宇宙ステーションを徹底的に破壊したが、たとえ帰る場所がなくなろうと依頼は果たす。国際地球連合の哀れな臆病者へ生き残りのミロバンディアを結集し、先に出発した襲撃艦隊がお前たちの艦隊を引きつけている間に、お前たちの本国へとたどり着いた。我が故郷を破壊した見返りに貴様らの故郷を焼き尽くしてやろう。もはや我らに失うものはない。まさしく貴様らのおかげでな。我らの望みは戦って死ぬこと、そして貴様らの戦士とも呼べぬ者どもを一人でも多く大いなる彼岸へと道連れにすることだけだ。さあ構えよ。奇襲の甲斐なくミロバンディアの海賊たちはこれで壊滅した。そしてその一方的な戦闘の様子は、危機に対抗する力がもはやこの銀河に存在しないことを明らかにした。同じ危機である超図を別にすれば、銀河元老院が発した暗号化されていない新たな危機宣言が共同体の加盟国のみならず全ての FTL 帝国に送信された。超図がキノコの行動を後追いし高次元の存在へと昇華するためのエーテル位相機関建設を開始したのだ。キノコは超図との戦争を決意する。すでに艦隊は国境に集結していた。
キノコ人類は銀河の脅威を封じ込めるための戦いを宣言。国際地球連合とザ・チョーズンとの戦争が始まった。無数の体を持つ単一の存在か。疑問なんだが人類よ。お前たちの数百万の個体を苦しめた時に、その精神はどれほどの苦痛を味わう。キノコは国境を越えてチョーズンの領域に押し寄せる。敵が地球に到達し、際限なく押し広がろうとする菌糸体に罰を与えた場合の苦痛に怯えながら、キノコはチョーズンの領土を進撃したが、狭い回廊で敵の集結を許してしまう。お互いの主力をぶつけ合う決戦に持ち込まれ、キノコの艦隊は壊滅した。人類が苦痛から逃れる方法はもはや一つしかない。エーテル移送機関をチョーズンよりも早く完成させ、この銀河を焼き尽くして新たな次元へ拡散すべく旅立つことだ。キノコはあと少し足りないダークマターを確保すべく、銀河地図上側の成形を焼き尽くしていった。もう避難する惑星が残っていない。ここが破壊されたらもう危機を押しとどめる手段が、せめて随伴者が参戦してくれたら。7、キノコ艦隊が撤退していくぞ。成形破壊の目的を達したのか。必要なダークマターは集まった。キノコは拡散を求める本能を抑え、エーテル移送機関を完成させるべくシンソル成形に立てこもる。それに対してチョーズンは自らもスターイーターを運用し、キノコに追いつくべく成形を破壊していった。未だ力を残している追犯者の戦争の準備を開始する。この企業帝国ですらもキノコを攻撃しないことは生存を諦めることと同義と判断し、絶望的な戦争へと足を踏み出そうとしたのだ。だがキノコが迅速に防御を固めたため、またしても開戦を見送らざるを得なくなった。追犯者がキノコ討伐のために多大な犠牲を払えばチョーツンの行動を遅らせる力を失い、銀河は消失するだろう。もはや希望は危機同士の相打ちしかなかった。その可能性はまだ残っている。何もしなければキノコが先にゴールするからだ。そのことを認識したチョーズンは急ぎワームホールを通じてキノコ本国へ侵攻してきたが、キノコは侵攻艦隊を撃破し、本国の防衛に成功する。銀河の命運が定まった。終焉にして始まり。すべての準備は終わった。今やエーテル移送機関は完全に起動可能となり、計り知れないシュラウドの力が手に届くところにある。機関が起動すると亜空間からの反動によって銀河内のあらゆる星が爆発し、有機体無機体を問わず全ての生命は消滅してしまう。だがキノコ人類の意識はそれよりも前に無事に高次元の存在へと昇華していることだろう。そこではもはや物理的世界の制限を受けることはない。時間は意味を持たず、キノコ人類が望むように宇宙を根本的に書き換えられるようになるのだ。高次元の存在となる時だ。移送機関を起動しよう。人類は昇華を果たし、より高次の存在となる。この銀河は消滅する。エーテル移送機関が現実とシュラウドとの間に存在した障壁を破壊し、生じたエネルギーが星々を爆発させた。機関起動の影響は高速を超えて銀河全体に広がり、すべての文明は過去のものとなった。キノコ人類は高次元の存在へと昇華し、新たなる世界へ外来生物として拡散すべく旅立った。そして人類は、キノコの単なる一層機ではなく、完全に融合を果たした新たなる生命体として生まれ変わったのだった。キノコ人類という新種族の真の創造を見届けたことで、このプレイに勝利したと判断します。後書きといきたいところですが、尺がないので BGM についてだけ。クリーグのペールキュンと組曲の自作ピアノアレンジです。率直に言えば、この選曲は第1組曲第4曲、山の魔王の宮殿にてが、スーパーマリオ RPG の BGM、森のキノコに御用心で引用されていることをきっかけとしたものです。今流しているのは戯曲版です。もともとグリーグが戯曲ペールキュンとの随伴曲を作り、それを自ら組曲に編曲したのです。戯曲版には後半、合唱の歌詞があります。この動画では宮前さんに歌ってもらいます。チャンネル登録すると次の動画投稿の通知がフィードに来ます。感想などあったらコメントでどうぞ。今後も不定期に人類でプレイしていくかもしれません。次のプレイは皆さんの人類がテーマになるかもですよ。ではまた。スラクタービステマズンハードレッドフレークベンズベネステムスラクタービステマズンハードレッドフレークベンズベネステムスラクタースラクタースラク
Select him Select him Select him ステマズンハードレッドフレークベンツベネステム Select him ステマズンハードレッドフレークベンツベネテム Select him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  مو ياشر هموي فينجري Select him مو هرفي هموي هوري Select him Who hate that maybe they هموي لوري Select him Ska hala just so Select him Ska hands take a sport speed Eller brunnes secret Select him Even in blue